日本が第二次世界大戦に参戦したのは真珠湾攻撃と思われがちですが、実は海軍が真珠湾を攻撃する約1時間前にハワイから遠く離れた南方で陸軍がマレー半島を攻撃していました。日本の第二次世界大戦は真珠湾攻撃よりも前に南方作戦で始まっていたのです。そもそもこの戦争における日本の目標は石油の確保です。その石油はオランダ領東インド、略してラインから取ることができました。しかしこの油田を手に入れるためにはその途中に展開しているアメリカ、イギリスの軍隊と戦わなければなりません。ということで日本は作戦を立てました。まず開戦と同時にアメリカ、イギリスの軍勢を倒して両国が支配している地域を占領。その後東西から回り込むようにしてオランダ領東インドを攻略し石油資源を手に入れる、そのような作戦でした。この作戦のことを南方作戦と言います。こうして陸軍参謀本部は寺内久一率いる南方軍に日の出は山形とすという暗号を送信。これは開戦日は8日であるというメッセージでした。この電報を受け取った南方軍は作戦を開始。上陸部隊が海軍の艦隊に守られながらそれぞれの上陸地点に向かっていきます。まず一番最初に上陸したのはマレー半島を担当する軍勢でした。彼らの目標はマレー半島の先端にあるシンガポールを陥落させること。それなら海を通って直接シンガポールに乗り込めばいいじゃないかと思うかもしれませんが、このシンガポールは海側に向けて要塞化されており近づくことすら難しい状況だったのです。ということで日本は海側を避け陸側から攻略することにしたのでした。しかし地図を見たら分かる通り、これらの軍勢はイギリス領内に上陸した軍勢とタイ領内に上陸した軍勢がいます。特に大変だったのはイギリス領内に上陸した軍勢の方で、そこはイギリスのインド軍が万が一に備えて防御陣地を構築している場所だったのです。こうしてマレー半島では日本軍とイギリス軍との戦いが始まっていきました。一方タイ領内に上陸した軍勢は別の問題に直面していました。日本は奇襲作戦を成功させるためタイにもその作戦について知らせていなかったのです。要するにこの時の日本軍は不法侵入、タイに領土の通過を認めてもらわなければいけません。ところが当時のタイの首相は仏印国境方面に出かけたまま行方不明となっており連絡が取れない状況でした。そんな状態だったので現地では日本軍とタイ国軍との間で小さな戦闘が起きており、結局日本は軍事的圧力によって日本軍の国内通過をタイに認めさせる形となったのです。何はともあれ奇襲によって上陸を成功させた日本軍はその後半島の南下を開始していきました。一方他の場所でも日本軍は上陸を進めていました。アジアにおけるイギリスのもう一つの拠点である香港への攻撃を開始し、日本の委任統治領だった南洋諸島の中にポツンと存在するグアムを占領。さらにアメリカのもう一つの拠点であるフィリピンへの上陸も進めていきます。さてそのような日本の攻撃を受けてイギリスもただでやられるわけにはいきません。日本の艦隊に反撃するためイギリス東洋艦隊を出撃させました。しかし日本軍の方が一枚上手でした。日本軍は偵察によりイギリス戦艦2隻を発見するとそれらを飛行機によって撃沈。イギリス東洋艦隊の主力艦を開戦早々撃滅してしまったのです。当時の常識からすると空から爆弾や魚雷を落として軍艦に命中させることはできないと考えられていましたが、日本軍は真珠湾攻撃でアメリカを相手にマレー沖海戦でイギリスを相手にそれらのことをやってのけたのです。これらの戦いで軍艦は航空攻撃に対して非常に弱いものであるということが実証されたため、世界で常識が覆り爆撃機が軍艦を攻撃して撃沈するという新しい戦法が広まっていきます。さてその後も日本軍は順調に歩みを進め、マレー、香港、フィリピンで敵の防衛線を突破していきます。特に戦いが激しくなっていたのがフィリピンです。これまで見てきたマレー半島の奇襲作戦とは違い、フィリピンでの戦いは相手の飛行場や飛行機を爆撃して反撃手段を奪った後に陸上部隊を上陸させるという定石通りの作戦が行われていました。そんなフィリピンでアメリカ軍を率いていたのがダグラス・マッカーサーです。そんなマッカーサーは日本軍による空襲と上陸になすすべもなく後退。マニラは無防備都市とする
と宣言し、バターン半島へと撤退していきます。アメリカのフィリピン軍はマニラを死守するだろう、そう考えていた日本軍は拍子抜けし、市街地での戦闘はないままにマニラを占領してしまいます。一方、このような快進撃の裏側で日本はオランダとの交渉を続けていました。先ほども言った通り、この戦いの目標はラインにある油田なので、油田を確保できなければ意味がありません。もしもオランダと戦いになれば、オランダが石油施設を破壊して撤退する可能性があるため、日本はできるだけオランダと戦いたくなかったのです。そのような理由で日本はオランダとの交渉を続けていましたが、当のオランダは日本との交渉を拒否し続けていたため、ついに日本はオランダとの戦いを決意します。その作戦は東方部隊、中央部隊、西方部隊に分かれて、ラインを東西から挟み撃ちにした後にオランダ総督府が置かれているジャワ島の攻略を行うというものでした。さて、オランダと戦うとなれば、石油施設が破壊される前に確保しなければいけません。ということで日本はライン最大の油田地帯を確保するための作戦を開始。約300名の落下傘部隊がライン守備隊による高射砲の攻撃をすり抜けながら降下して、飛行場と油田に猛烈な勢いで襲いかかりました。当然ライン軍は逃げる前に施設の爆破を命令していましたが、現地の作業員たちはそれを実行していません。なぜならインドネシア民族の中には、長い間他の民族に支配されるが、やがて天から別の民族がやってきて彼らを追い払い独立させてくれるという伝説があったからです。つまり天から落下傘で降りてきた日本軍は、欧米諸国の植民地支配からの解放をもたらすものとして現地で歓迎を受けており、日本軍のために施設を爆破しないという選択をしていたのでした。さて、再びマレー半島に目を向けてみると、南下を続けていた日本軍がとうとうシンガポールに到着していました。水道を挟んで砲撃や爆撃の応酬がされた後、日本軍はシンガポールに上陸。目標はシンガポール内で最も標高の高いブキテマ高地でした。しかしイギリス側の抵抗も強力で、日本軍の砲撃の方が先に尽きてしまいます。仕方がないので戦いを一時的にやめて、新しい砲弾が到着するまでの対応を考えている時に、突如イギリス側から停戦の申し入れがあったのです。こうしてシンガポールとマレー半島の攻略を担当していた日本側の軍司令官と、シンガポールの防衛を担当していたイギリス側の軍司令官との間に会見が行われ、イギリスは降伏。マレー半島の戦いは終了しました。一方、忘れてはいけないのが、この頃の日本は中国とも戦っているということです。なので日本は連合国による中国への支援を遮断しよう、そのために援硝ルートが通っているビルマを占領しようと考えて、ビルマの攻略も始めていました。しかし日本は中国に多数の兵を釘付けにされています。これ以上中国への対策として兵を割くことはできません。そこで注目されたのが、ビルマで独立運動を続けている若い指導者たちでした。彼らの独立運動のエネルギーを利用して、ビルマ人の手でイギリス軍を追放してもらおうと考えたのです。こうして日本はビルマの独立運動指導者たちに軍事訓練を施して、彼らを指揮官とするビルマ独立義勇軍を作り、彼らと一緒にビルマに進撃していきました。さて、日本が最大の目標としていたライン作戦にも仕上げの時が近づいてきています。日本軍は油田や製油所と並行して周囲の飛行場を次々に奪って制空権を確保しており、じわじわとジャワ島包囲網を作り上げていたのです。そしてついに日本はジャワ島攻撃を開始。スラバヤ沖とバタビア沖での海戦で連合国の艦隊をほとんど壊滅に追い込み、制海権を手に入れると、3方から上陸した日本軍の前に連合軍の抵抗は虚しく、ラインのオランダ総督府はとうとう降伏に追い込まれました。ほぼ時を同じくしてビルマではイギリス軍が壊滅しており、首都陥落もやむを得ないと見て、ビルマの首都ラングーンを放棄していました。こうして日本軍は市民からの歓声を受けてラングーンを無血占領。そしてこれ以降も日本軍はビルマ独立義勇軍とともに戦いを続けていくのです。こうして最後まで残ったのは、フィリピンのバターン半島に立てこもって戦っているマッカーサー率いる軍勢となりました。フィリピンでの苦戦を受けて日本軍は戦力を大急ぎで強化しましたが、その間にマッカーサーはフィリピンを脱出。オーストラリアに到着したマッカーサーは、必ずや私は戻るという決意を演説しましたが、フィリピンに残された軍勢は半島の先端に追い詰められ、ついには降伏へと追い込まれてしまいます。
こうして南方作戦が一段落しましたが、フィリピンでは7万を超える兵が捕虜となっていました。日本軍はこんなに多くの捕虜が出るとは想定していなかったため、彼らに与える食料はほとんど用意できません。しかもフィリピンの日本軍には自動車がなかったため、飢えと疲労が重なった捕虜たちを炎天下の中歩かせることになってしまいます。その過程で多くの捕虜が死んでしまい、中には日本軍に射殺された者もいました。捕虜の数があまりにも多かったため、結局フィリピン人は釈放されましたが、日本軍による残虐行為を目の当たりにしたフィリピン人たちは間もなく無数の抵抗組織を作り上げ、日本の支配に抵抗するようになっていくのです。さて、フィリピンを奪われたアメリカ軍がオーストラリアまで撤退している頃、シンガポールを奪われたイギリス軍はどうなっていたかというと、セイロン島に後退していました。日本としては東からやってくるアメリカとの戦いに集中したいので、西にイギリスがいるのは良くない状況です。こうして日本の連合艦隊はセイロン島を攻撃し、イギリス東洋艦隊に打撃を与えました。このような攻撃を受けたイギリス東洋艦隊は、セイロン島は危険だと判断し、さらに西へと撤退していきます。こうして日本軍は連合軍を圧倒し、開戦半年で狙っていた地域をほとんど抑えることに成功しました。このような成功は日本軍も驚くような結果でしたが、それ以上に驚いたのはアメリカ軍やイギリス軍でした。こうして開戦前に守りの戦いになるだろうという考えを持っていた日本は、今や攻めの戦いを選ぶこともできる状況になったのです。